N ズ家庭菜園の中村です。今日は朝から、畑の方に来てちょっといろいろ整理をしています。今日は8月27日日曜日の朝ですね。8月の中旬にあった、台風で結構向こうの方にあった、ひまわりが倒れてしまいました。3メートルぐらいまで背が高くなるひまわりなんですけど、今はこのひまわりが結構見頃ですので、それを撮影しています。それと今日はちょっと畑の様子を今作業をした中でどういうような状態かっていうのを少し映していきたいと思います。よろしく。今はこのように里芋が雑草の中に埋もれていますけど、なんとか、雑草の中から這い上がろうとしています。里芋としては、順調の方だと思いますね。ただやはりね、三角の土地の一番頂点のところにありましたので、今はこんな形ですね。そしてこのところにロゼラ、まだ花を咲かせていませんが、もうすぐ花が咲いてくるんじゃないかなと思っています。ロゼラも非常にいい、順調な成長をしていると思います。こんな感じでね、ロゼラが5、6本ですかね、綺麗に、いっています。で、このところにはですね、菊芋を植えてあったんですけど、菊芋がやはりちょっと台風の関係で倒れてしまったもんですから、今ちょっと掘り起こしています。こちらが少し残骸ですね。ですけど多少実が取れていますので、その菊芋を私たちは味噌汁に入れたりいろいろしながら食べているところですね。で、このところではヘチマの花は咲くんですけど、ヘチマの実がほとんどできません。今年はどういう加減かよくわからないんですけど、ヘチマが不良のような感じがします。蜂も結構来てるんですけど、このところにですね、前回あった、ヘチマも枯れて、こんな感じになってしまっています。デボラさん、その菊芋はどんな感じでしたか？上はまだ枯れてなかったけれど、カビ始まってるのもあったんですね。で、取った時にそのストック空気ですか、の近くに全部取ったけれど、今はでこっちは空っぽのやつで、今は掘ってで空気の近くに取ったよりいっぱい掘ったらいっぱいあるけど、ちょっとまだ細いよね。ちっちゃいけど、菊芋が多少できてたと、ちょっと早かったっていうところだね。残念だけど、だけど味噌汁美味しいよね。いや、この間の味噌汁で今日は洗って冷凍庫に入れて、今度少しずつ使うつもりで。OK、ありがとう。で、今この雑草が生い茂っているところがアスパラガスです。アスパラガスが、雑草の方が多くてアスパラは見えないですね。アスパラはこの辺がアスパラですけど、わかるかなこんな感じでアスパラができています。で、この後ろの2列が、さつまいもです。安納芋っていうさつまいもを近所の方からもらって、ずっと同じ、つるから、私たちは、さつまいもを取っています。去年取ったつるをそのまま残しておいて、そしてそれを、成長させていってるっていう形ですね。ですから再生栽培のところですね。この列とこの列が安納芋っていうのが今あります。で、このところとこの2本の畝が、じゃがいもなんですけど、もうすぐじゃがいもをやろうかなと思ってますね。で、ここが今、ひまわりですね。ひまわりによく似た色の蝶々がこんな感じでいたりもしますし、蜂も結構来ますね。
で、こちらがですね、少しさっき言ってた、倒れてしまったひまわりです。だいぶと抜いてしまったんですけど、今こんな感じで、あります。マリーゴールドもまだまだ咲いてますね。これがちょっと、寂しくなった、ひまわりたちです。で、これがポーポっていうね、木が少しずつ大きくなっていってますし、こちらはイチジクがありますけど、イチジクは今年はまだ実が実らないと思います。自宅の方のイチジクは結構実がつき始めまして、今年は10個ぐらいは取れるかな。そんな感じで今やっています。これがイチジクの様子ですね。イチジクも順調だと思いますね。これから来年ぐらいにかけて、成長してくれればイチジクも取れてくるかなと思います。これがビワの木。ビワは大きくなるそうですけど、どうなっていくか楽しみです。では次の畑の方を見てみます。この間ナスビはちょっと取ってしまったもんですからあれですけど、ちょっと形の悪いのが3つぐらいまだ残ってますね。4つかな。秋ナスビが取れるといいなっていうところですね。で、このところにはケール、ちょっと、今日はネットを外さずにやってますけど、結構ケールが大きくなっています。これも再生してきてるやつですね。こんな感じでケールがもうすぐ取ってまた粉にしようかなと思っているところですね。で、このところはですね、実際は違う種類のケールなんですけど、青汁ケールっていうケールがこんな感じで、まだなってきています。で、これがラベンダーがあったりローズマリーがあったりいろいろしますけど、今年はですね、ズッキーニも花は咲くんですけど実はほとんど取れませんでした。で、このところで、ね、雑草を刈ったら一杯、神社、生姜がありましたので、生姜が今育ってきてますね。もうすぐ生姜の収穫かな。で、このところではオクラがありますけど、オクラは来るたびに取ってるんですけど、3、4個のオクラが取れるぐらいですね。こんだけ植えてあってもあんまりいい収穫にはなっていません。そしてですね、レイズドベッド。これが第3番目のレイズドベッドなんですけど、オレガノがあったりいろいろしますけど、雑草の方が多くなってしまいました。またちょっと整理をしてから、撮影していきたいですね。ここもですね、第2番目のレイズドベッドも野菜系のものをやろうとしてるんですけど、なかなかうまくいってませんね。この間20日大根を結構植えたんですけど、すごい、順調だったと思ったら全滅してしまいました。仕方がないです。私たちが管理をしていないっていうことだけですね。で、このところはですね、イチゴなんですけど、イチゴは全部枯れてしまいましたね。ただ枯れている中でも少し生きてくるものがありますので、これが第1番目のレイズドベッドって私たちは呼んでいます。こんな感じですね。これがね、レイズドベッドの最終形っていうか、一番最たる、雑草だらけのところです。で、このところではトマトをやろうとしてたんですけど、トマトは失敗しました。しかしこれキュウリなんですけど、ミヌキュウリが花はつかしているんですけど、まだ、実はできてきていません。後ろに、バジルが、一杯、大きくなってますね。バジルは順調で、この間もベノゼーゼを作ったり、いろいろ使っていますね、バジルに関しては。トマトは本当に今年は不作でした。最悪な状態ですよね。
雑草が今生い茂ってる状態です。今度このところに、人参をやろうかなと思ってますね。でこのところには前枝豆がやってあったんですけど、今度このところに違うものを植える予定で今計画中です。自然農っていうのは緑が多すぎて何が植わってるか分かんないですよね。これがマンジェリコン。この列にですね、実際のこと言うとブルーベリーが1杯取れました。でこれがマンジェリコンですね。マンジェリコンは葉っぱを煮詰めると非常に苦いですけど、健康需要にいいという、お茶ができますね。でここにも古いイチジクがあるんですけど、イチジクが多少実がつくかなと思ってたんですけど、ここもちょっと全滅っぽいですね。これもマンジェリコンですね。地を這うタイプのマンジェリコンで、ハックルベリーが2本あるんですけど、こちらのと3本かな、こちらのはほとんど枯れてしまって、今これが大きくなってるところですね。これがハックルベリー。もうあと 2,3 週間すると全部収穫してジャムでも作ろうかなと思っていますね。レモンの木もこの間の台風で結構折れ曲がったりいろいろしていますけど、見てください、このトゲの長さ10センチ近くトゲだけであります。こんな感じで今やっていますけど、あとこのところには見えるかな、ミントがあったり、このところにオリーブの木があったりします。こんな感じで私たちは、自然農っていう形で無肥料無農薬、本当に栄養分をほとんど上げずにやってるんですけど、雑草はよく育ちます。ですけどそんな中で、毎週自分たちが食べる自給自足の分の食料は取れていますので、これでうまくいくんじゃないかなと私たちなりに思っています。生活のために販売して、生活しているわけではなくて、私たちは家庭菜園っていう形で、していますので、今はこのような状態でいきたいかなと思っている最中です。今日はどうもありがとうございました。